こんにちは、アカデミアの富代です。富代アカデミア U ベーシックは第29回になります。はじめに出来上がり画像を見ていただきます。今回の動画ではハサミだけで作る上質なベリーショートスタイルをご紹介します。最近は刈り上げで言うとバリカンを使うことが一般的ですが、バリカンを使うとどうしても仕上がりが硬くなりやすいと感じることはありませんか？そこで今回はあえてバリカンを使わず、ハサミだけで少し長め刈り上げショートに挑戦します。ハサミだけでカットすることで刈り上げ特有の硬さを抑え、女性らしい柔らかさを表現できるのが大きなメリットです。また、作り込みすぎない自然な質感に仕上がるのも魅力の一つです。ヘアカットの技法も毛先をランダムにカットするチョップカットや髪が乾いた状態でカットするドライカットが主流になる中で、今回はハサミの技術を駆使して決めすぎないでも洗練されたベリーショートを提案します。仕上がりイメージは初めにご覧いただいた通りです。この動画を通してハサミだけで作る上質で柔らかいベリーショートの魅力を感じていただけたら嬉しいです。はじめに、このチャンネルは世界各国の言語に対応しています。多くの言語は自動翻訳できますが、まだまだ完璧とは言えません。ですが、大体のニュアンスはわかると思います。比較的正確に英語、中国語、韓国語、スペイン語、タイ語、ヒンディー語は素早く選んでいただけます。合わせてご覧ください。では、早速始めましょう。はじめにブロッキングですが、目尻が上がったラインから床に平行に取ります。両サイド同じようにしてトップ部分をブロッキングします。はじめにフロントサイドのガイドを作ります。顔の輪郭にコームを当てて長さのバランスを決めます。はじめは粗切りですので、ジャンボコームを使って長いハサミで大胆にカットします。コームの刃先が長いとハサミの開閉を大きくできて仕事が早くなります。注意することは、ここでジャンボコームの刃先を上のガイドに向けておくことです。こうすることで短く刈り込むミスを防ぐことができます。あとはこのように大胆にカットしていきましょう。反対側も同じようにガイドを決めてから行います。こちらも同じように刃先をガイドに向けてカットしていきます。次にトップの長さをカットしますが、この時にバックセンターの紙を内側からトップへと引き上げてカットします。こうすることでバックセンターにハイレイヤーがつき、ここの奥行きが出やすくなります。次に横から見た時のシルエットラインを先に作ります。このバック中心部から刈り上げていきます。この時もコームの刃先を理想的なカーブラインをイメージしてシルエットラインを刈り上げていきます。トップ付近は先ほどハイレイヤーで長さを残した部分に向けて綺麗なシルエットと奥行きが出るようにカットしていきます。ジャンボコームの刃先を頭皮に当てて長めの刈り上げをしていきます。バックセンターができましたら、サイドから中心のシルエットラインに向かってカットしていきます。トップ付近はコームの刃先を頭皮に当てて長めに刈り上げます。こちら側も同じようにカットしていきます。
長めにカットするためにコームを持ったこちらの指を頭皮に当てて長さを調節して刈り上げます。ヘムラインなどチェックカットしていきます。少し大胆にカットするため、刈り上げ面をきれいに揃えることよりシルエットラインを大切にしましょう。できましたらトップのカットです。フロントサイドに合わせてカットします。こちらも同じようにカットします。次にフロントから前髪の長さをカットし、バックに向かって同じようにカットしていきます。モヒカンガイドでチェックカットして、モヒカンに合わせてトップのサイドの髪をカットしていきます。次にサイドとトップのつなぎ部分の角をカットしていきます。こちら側も同じようにバックセンターに回り込みカットしていきます。頭の形をきれいに見せるようにシルエットを重視してチェックカットしていきます。
ヘムラインなどはより小さなコームを使ってチェックカットします。では、削ぎばさみを使って毛先がランダムになるように削いでデザインします。最後にヘムラインをもう一度チェックカットします。カットが出来上がりました。カットはこのようにあまりきれいに揃えないことです。ベリーショートカットですが、このようにカットすることで刈り上げても柔らかく優しい感じになります。これがカットから1週間後、もっとこの狙った感じが出てきます。お客様もこの狙いを感じることができるでしょう。では、今回はタオルドライ後にジェルをつけて仕上げます。出来上がってきました。仕上がりです。はい、今回はハサミだけで作る上質なベリーショートスタイルをカットしてみました。ハサミだけでカットすることで刈り上げ特有の硬さを抑え、女性らしい柔らかさを表現できるのが大きなメリットです。僕の美容経験が皆様に役立つチャンネルになれば嬉しいと考えています。では、今回の動画が参考になりましたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また、概要欄に過去動画も記載していますので、よかったらチェックしてみてください。
ご視聴ありがとうございます。さようなら。